はいたい、皆様こんにちは、長峰かなです。プチ沖縄トラベラーへメンソーレ。私はスタジオから沖縄大好きな外国人2人、バンソンとクリスタルの行方を見守りながら、うちなーんちの目線で2人の取材に対しコメントさせていただきます。さあ、今回お二人はどちらに迷い込んだのでしょう。早速見ていきましょう。お二人、ウニゲンサビラ。ご覧の提供でお届けします。はいさあクリスタル、今日はね沖縄の大事な楽器を紹介したいと思います。沖縄の文化の中では欠かせない楽器であって、これまでねこの番組でもエーサー祭りとか式名園の士族の旅の時とか見かけた楽器だけれども、わかるかな？三線でしょ？そうなんです、三線です。今日はねこの近くの素敵な工房にお邪魔したいと思っておりますので、早速行きましょう。それではレッツゴーや。今日のテーマ、三線なんですね。独特な音色で温かみがあって、三線の音色を聞くとなんか心が落ち着くっていうか癒されますよね。でも私工房とか見たことがないので気になります。今日も楽しみです。ここかな？はいもう三線屋現工房ね、もう可愛いお店なので入っていきましょう。はい、ティナちゃんよろしくお願いします。すごくね可愛くて素敵なお店で、ざらりとなんかもう三線いっぱい並んでるんですけれども、あとね入り口のキジムナが、ちょっと可愛いなって思ったんですが、まず三線ってどういう楽器ですか？沖縄のやはり中国から渡ってきて、やはり最初はこの首里城のね、やはりこのお侍さんたちのこのちょっとたしなみみたいな感じで、貴族とか士族とかのね。まずこちらにずらり並んでるもの、この下は、これはこの竿ネック、これは基本的に何の木とかでできてるんですか？やはり基本的に一番いいやつは琉球黒檀ね。琉球黒檀。次はこの木の部分をつける感じなんですか？そうです。これ今こちらにあるんですけれども、じゃあこれは三線の体の骨みたいなもんですよね。骨とか銅ですね。銅ですね。竿を刺す前に蛇皮を貼って。本物の蛇ですか？そうです。錦蛇ですね。パイソンですよね。パイソンです。蛇の皮来ました。これ触っていいんですか？はいどうぞ、触っていいですよ。すごい。一匹ですか？そうです。ちょっと広げてみてもいいですか？3メーター50ぐらいですね。3メーター 50？もう全部広げられないかもね。一往復して。おお、まだまだある。3メーター 50？ バンソン2人分。すごい。これ1匹のヘビ？そうですね。はい。すごい。なんか丸飲み込みされそう。でも見るとこれ白いとかもありますし。はい。これは牛革です。牛革ですね。沖縄のバーランコってエイサーに使う太鼓の革です。太鼓と同じか。で今ねこちらも見ると、こちらも布。これはちょっと着物の端切れなの。着物の生地だなって思って、めっちゃ綺麗ですね。もう一つ合成のね。合成。これプリントなんですね。じゃあ、こういったこれ蛇を似せた音ってやっぱり変わるんですか？はい、変わります。じゃあそれが実際の蛇側になるとどんな感じになるんですか？なんか不思議に少しメタリックな感じに聞こえる。わかる？少し。
シャープにそうそう、シャープ。シャープにな感じになるんですね。工房もあるかと思いますので、よろしければぜひはいどうぞそちらの作業も少しお願いします。ここがこの革を貼るそうです。作業なんですね。すごい。こちらがじゃあ先ほど見た本物の、はい。触ってもいいですか？そうです。あ、ザラザラ。こちらは布ですよね。はい。おー。おやっぱり違うですね、音が。はい、この辺も音の感覚でどのくらい締めるかですね。ところでお二人三振なんかを弾いたことはありますか？弾いたことは、軽く触ったことは多分あるけれども、弾けるか弾けないかって言えば弾けないですね。じゃあちょうどお2階で体験できるようにありますので、それ教えてくださるんですか？はい、体験してみます。はい、ぜひ。今日じゃあもう弾けるようになります。はい、じゃあ明日から三振ライブやります。早い。はい、よろしくお願いします。いや、三振の工房って私初めて見たんですけど、ああいう風に革を引っ張って貼り付けて、それによって音の張りとかがもう全然違いましたね。こんなにうちなんちゅにとっては身近な三振なんですけど、初めて作る工程にいました。これすごく貴重ですね。さあ、いよいよ次は2人が三振にチャレンジということで、私も実は弾けないんですよ。2人は弾けるんでしょうか？今日2人はこちらを使わせてもらえるんですか？はい、はい。こちらはじゃあクリスタル何色がいい？茶色。オッケー。じゃあ意外と重みあるんですね。これはそうですね、時々見かけます。指に挟む感じですか？指に入れてこれ人差し指ですか？はい、人差し指。オッケー。で今見るとこの横に緑のシールが貼ってありますね。シールが貼ってあるんですけれども、これはコードですか？これはね、指の押さえる位置。位置ですね。はい、ギターでいう線があるところですよね。ドファドファドなんですか？ドファド。めっちゃ上手だけど。いやいやいや。ありがとうございます。ドレミファソラシド。そうそう。ドシラソ。こっちだ。ファミレド。クリスタルさん固まってます。固まってます。そうできためっちゃできた。さあ、ここからはクリスタル、太鼓、三振、ヴァンソンの演奏によるヴァンソンの今作ったオリジナルソングを披露します。聞いてください。Je suis un petit poisson。S'il vous plaît。はい。Je suis un petit poisson qui sera sushi。イエーイ。イエーイじゃなくて、クリスタル三振練習してたんじゃないの？なんで太鼓なんですか？そしてバンソンさん、
もうオリジナル曲作ったんですか？でもね、表情がちょっとこわばってましたよ。もっと笑顔で歌ってほしいな。素敵な歌、今思いついたばっかりを披露しましたけれども、意味わかった？意味わかりませんでした。私は小さな魚、これから寿司になるっていフランス語でう、もう楽しかったし、本当に勉強になったし、頑張ればなんとか弾けるようになるんじゃないかなって思いますけども、普段からこちらで教えられてるんですかね。そうですね。もう最近観光がまたコロナの後戻ってきましたので、はいで結構来てもらってます。いいですね。これを見てもうもっと皆さん習いたくなるんじゃないですかね。今日本当にありがとうございました。いやいや、どうもお疲れ様でした。ありがとうございます。ね、決めポーズだけは本当バッチリでしたけど、でも先生は優しい、最高でしたって言ってましたよ。いや、これだったら私ももっと弾けるんじゃないかな。ちょっとトライしてみたいですね。さあ、三線の工房を見て体験をして、次は三線居酒屋があります。三線を聴きながらお食事も楽しめるところがあるので、2人はそこに行くみたいですよ。さあ今平和通りっていう有名な商店街に来てて、この辺にねいろいろ居酒屋とかがあったりするので、この辺探せば三線居酒屋もあるんじゃないかなって思って今ね来たんだけどね。三線の音が聞こえてきたらいいかなって言ってるところで聞こえてきてるじゃない。聞こえてきてる。ありますね、ありますね、ありますね。見つけたね。ここにする？ここにしようね。入ってみよう。親のよしごとや読みやならん。はい、ヨギさんよろしくお願いします。いやね、我々もさっきからもう三線についていろいろ勉強してて、まずよろしければお店の紹介をお願いできますか？はい、うちのお店はですね、沖縄の三線を楽しめるお店ということで、沖縄の民謡だけではなくて古典音楽も楽しめるような、お店をやっていこうということでやっております。じゃあもうお客さんが食べながら、美味しいものを食べながら、このもう沖縄の音楽を楽しめる、その伴奏を楽しめるっていう感じなんですけども、先ほどねもう外でお店の前を通った時もう素敵な伴奏と素敵な歌声ありがとうごもうざいます。聞こえたんですけれども、もともとずっと弾かれてるんですか？はい、小さい頃から三線はやってます。もしわがままを言ってもいいのであれば、もう一度少し演奏もまたお願いできますか？はい、大丈夫ですよ。お願いします。じゃあ楽しみにしてます。楽しみ。それでは沖縄本島の教訓歌からティンサグヌ花お聴きください。ティンサグの花やちみさちにそみて親のよしごとやちもにそいりホウセンカの花は爪先に染めておしゃれをしなさいね。親が教えることは心に染めていくんだよ。ティンの森帽子や読みばよばりしが親のよしごとや読みやな
がとうございます。いやもう素晴らしい歌声ですし、またねこうやって1番と2番とかの後に説明、標準語の説明をしてくれて、どういう意味かっていうのを伝えてくれるのはすごいいいなって思ったし、ありがとうございま。また素敵なメッセージの歌ですよね。そうですね。我々もねちょっとこれからもうちょっとお料理楽しんだり、他のお客さんとちょっとワイワイしたりして、ぜひこの時間を楽しみたいと思います。本日ぜひぜひ本当にありがとうございます。ありがとうございます。さあクリスタル、今日はね三線のいろいろ勉強して工房見たり体験したり、そして皆さんの日常の中でこうやって居酒屋で三線がもうすごく楽しく慕われていることを見えたんですけれども、どうでしたか？We learned so much about sanshin today. We learned how it's made. We got to do it ourselves. Yeah. And we got to see how ingrained it is in Okinawan culture. Yeah, with local people having fun and enjoying kind of every day while singing and dancing. So we should just like sing and dance with them also and finish this episode. かなさん、素敵なコメントよろしく。それでは See you, see you. ありがとうございます。いやー、最後はカチャンシーで別れってなんか沖縄らしいですね。湯がふ、私も行ってみたくなりました。オープンスペースで三線弾きながら歌も歌われてたじゃないですか。やっぱり三線の音色に引き寄せられるようにもう皆さんたくさん集まっていて、すごくここが憩いの場になってるんだなって感じましたね。次回ですね、湯がふの食事もしたということでリポートをスタジオ会でお届けしたいと思います。こちらもどうぞ皆さんお楽しみに。そしていよいよ来週月曜日2月20日 QAB のザ・チャレンジ内にてプチ沖縄トラベラーテレビ放送がスタートします。深夜12時15分からの放送ですので、ぜひ皆さんこちらもご覧ください。バンソンさん、クリスタル、今回も素敵な旅ありがとう。さあ今日もお二人に沖縄の魅力をたくさん知っていただきました。うちなんちゅの私でも新しい発見がたくさんありましたよ。さて次回はプチ沖縄トークとしてスタジオにバンソンをお迎えしてロケの感想や裏話、そして皆さんからいただいたご質問やお便りをご紹介させていただきます。お楽しみに。んじ組みそうりよ。